こんにちは。こんにちは。今日はお越しいただいてありがとうございます。来いと言われたので。はい、今日は一日缶詰をやっていただこうかなと。噂に聞く、はい。この私のようなものが缶詰を。そうですね。いつだかのね、収録でおっしゃってましたけど、普通は山の上ホテル。山の上ホテルですよ。直木賞を取られてる方そうです。とかは。そうです。桜井さんは今回デビューさんなので、会社です。はい。ここは、角川のビルで。というところで今日何をやっていただくかと申しますと、こちらが、構成者というですね、方がいまして、なんかドラマでね、最近なんか校閲の仕事とかも、物語になってたりしますけども、編集者がいて、書き手がいて、原稿を編集者が受け取りますよね。で、こういう感じにもうちょっとした方が癖がっていうのを指摘した上で、また別に日本語チェックというのがありまして、もっとこうした方がいいんじゃないですかというのをですね、この中に書いていただいてますので、それに対するその判断っていうのを、これでいいですか悪いですかっていうのを、そのお伺いを立ててくださってるので、していっていただくっていう日です。もう見ずに OK ですって言ったら、それが通る。いや、通りません。しっかりとこれはやって、ちょっと見てみますかね。うわ、すごいやだ。これ今朝回収したばかりのほやほやの。なんかめちゃくちゃ色カラフルおしゃれになってる。同じものがね、こっちにもコピーしてあるんですけども。これは、まずロールプレイングメガネの、最新回15回までですかの分ですね。と、桜井って覚えてますか？なんか、墓掘り起こしたんでしょそうですね。なんて恐ろしいことを、角川さんするんですかHM3 さん。HM3 さんですね。桜井さんが20代の頃にまだ、連載されてたと思います。ギリ20代とかで、かもしれないですね。ものをちょっと掘り起こしてきまして、それも、今回、赤字入れさせていただいた。いや、全く違うものになっちゃいません？赤字も何もっていう、多分レベルの。それが面白いことに、原型は残ってますよ。本当ですね。似てるところは似てる。文体。今のものと、その、桜井。だから面白いですよ、これ多分。20年弱を経て、人がどう変わってるのかっていうのが、ある。多分ご本人とか、本当にその頃からご存知の方とかが歩まれたら、これ面白いなーって。すっげえ恥ずかしい。思い出したんですけど、桜井っていうタイトルになったのって、実は間違いっていうか、間違い？本当はザぐらいにしたかったんですよ。要は、濁らせたかったんですよね。桜井ではあるが、実際は、ちょっと濁ったようなところがある、濁点があるような人間であるみたいなことを、ザぐらいで、ラにも点打とか打てますかとかでバカなこと言ってたんで、イにも点打てますかとか、それはできませんみたいな感じだったんですけど、でもなんかザぐらいになってたんですよね。気づけば。で、そのまま行っちゃって、30回以上続いてたじゃないですか。そんな続いてました？ 33回とかだった。いや、そう。一切記憶なし。その普通訂正しません？だって、やっぱザぐらいにしたかったんだけどね。それは特に突っ込みもなくそのまま行ったってことですか？全然。ちょっとその辺本当よくわかんないですね。34回だ。すべての言葉はさよならで終わってます。フリッパーできたのタイトルですね。その4分の1ページぐらいのコラムみたいなのを、文字を書いてたことがあって、で、それはなんで始まったのかも覚えてないぐらいで、なんだったら20代
20代でした。じゃあそうです。はい。まあでも本当に、ほぼ20年越しの発掘ですから。まあ今読めないですからね、逆に言うと。うわぁ、すごいなんだこれ。っていうのをですね、まあ読み返しつつ、この、帰りたい。すげえね。はい。赤字はですね、赤と青がありまして。ございますね。赤はですね、決定的な5色。で、青をですね、反映するかどうかっていうのを、まず一番やっていただきたかった。今、パッと見、はい、そうですね、癖のところをやはり指摘されてますね。そうですね。はい。なるほど。これだからあれなんですよね。連載で私がやって、さらにこうまた、昴生さんの目を通すと、やはりもう一段階癖をしてきたされてる。そういうことですね。こう雑誌っていうのと、また、そういう。っていう残るものになるので、なるほど、なるほど。っていうところだったりもするので、見事な説得力です。YouTube 見ながらやろうと思って。いやいや目って二つあるか。ごめんなさい、YouTube 感じながらやろうと思って。僕が作業できなかった。そうです。私 YouTube 流しながら音楽聴きながら、なんだったら向こうでテレビかけながらこうやって書いたりしてる。で、最近思ったのが、家だとやっぱできないってなって、家だともう無理って。あれの人だから、喫茶店とかに行ってやる人でしょ？そうです。喫茶店にいると、音楽聴いて、とかでやってると、作業がそこで並走してる状態なんで、なんか、例えばパッと1時間ぐらい経ってると。でも、文章は1行しか書けてなくて、曲はなんか40曲ぐらい聴いてるみたいな。だからそういう集中力があんまりないんだ。ないんですよ。だからあれなんですよ。その缶詰っていうのはそのためにあって、こういうの全部立つんですよね。勝手にこっちの、もうだからもう監獄みたいな空間にして、何も他にありません。で、だから山の上で掘ってるんだからやったとかって言うかもしれないけど、編集者が来るんですよ、取り立てに。で、外にいて、どうされてるんですか？ご飯ですか？食事を用意します、用意します。みたいな。今日は何枚ですか？みたいな。こちらまで。もうちょっとじゃあ、っていうためのなんで、だからこういうのはいらないです。大変なぁ。なんかこれは取らない。取らない。で、それもピッピッピッ。はい。はい。おー。だから。よーし、来てきた。早い。まだ全然3分の1終わってない。よいしょ。そろそろ。いや、ちょっと持って帰りますから。嫌です、持って帰りたくない。2日もやってんですよ、これ。2日やってんすよ。決着つけましょう。いや、まあ、でももうこの辺りかなというところまでは手入れましたね。すごいですよ、この、色入れてくれる、構成してくれてる方の、お仕事が素晴らしいと思います。やっぱりこれだけの量になると、同じ文字でも漢字にしてたり、ひらがなにしてたり、って結構あって、そういうのを揺れっていう、この一冊になるときに、なるほどなと。やっぱまとまってるからこそ気になったり、光悦さんの本になるから、このちょっと緩まってる文章をもう少し、整ったフォーマルにした方がいいんじゃないのとかっていう、そういうご指示を文字でいただいてるんですけども、めっちゃ勉強になりましたね。じゃあ、預かりましょう。はい。これで。はい。お願いいたします。言いますこれ。じゃあ、お願いします。確かに。よろしくお願いします。助かりました。これにて、本文考慮と。はい。桜井さん、脱行って言うんですよ。脱行。つまり著者の手を離れる。脱原稿の脱行
でございますので、こちら頂戴して、はい。確かに直して、はい、進めさせていただきます。はい。はい。まあでも、もう動画としては、本としてはこれが最後になるので、ちょっとこう、楽しみにされている読者の方にコメントいただいてもいいですか？はい。まあ、毎月毎月書かせていただきまして、で、その人生のリマインドになったり、今まで、なんて言うんでしょう、言葉にはせず、文字にもせず、自分だけの理解に留めておいたことがいっぱいあったんですよね。で、それをこう文字にするっていう作業だったので、なんて言うんでしょうね。ちょっとこうぼんやりしていた頭の中がちょっとすっきり整理整頓。それこそ収納壁のような、はい、うん。壁そうですね。そういうこう整理整頓ができたような感覚ですね。うん。だからこのまとまった状態で見てもらうとまたその印象変わったりするのかもしれないなと思っているので、そうですね。はい。私も文字がそんな得意な人間ではないのですが、そうじゃない方にも読みやすい、入りやすいですかね。と思いますよ。ですかね。はい。はい。だと思うので、はい。ぜひとも、少しでも興味のある方は、お手に取っていただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うん。